ロサンゼルス、ドジャースとシアトル、マリナーズによるインターリーグ3連戦、その最終戦、シリーズを1勝1敗で迎えた両チームにとって、この一戦は単なる勝ち越しをかけた試合ではなかった。ナショナル、リーグ西地区首位を走るドジャースは勢いを維持したい。一方のマリナーズもは、リーグ西地区で熾烈な優勝争いを続けており、敵地で王者相手に勝利を収めることはチームに大きな自信を与える意味を持っていた。試合開始の数時間前からドジャー、スタジアム周辺には長蛇の列ができていた。青いユニフォームを身にまとったファンだけでなく、シアトルから駆けつけたマリナーズファンの姿も数多く見られる。その視線の先にいるのは、もちろん、1番、DH で先発出場する大谷翔平だった。今季ここまで驚異的な成績を残してきた大谷。しかし直近数試合では相手投手から決定的なマークを受け、本塁打こそ出ているものの勝負どころでは経営や厳しい攻めが続いていた。それでも彼の存在感は全く揺らぐことはない。打席に立つだけで球場全体の空気が変わる。それが今の大谷翔平という選手だった。午後7時10分、満員となったドジャー。スタジアムに大歓声が響く中、プレーボール、マリナーズの先発は上野エース。強し速球と鋭いスライダーを武器にする本格派。初回から150キロ台後半のストレートを次々と投げ込み、ドジャース打線に真っ向勝負を挑んでいく。そして1回裏、先頭打者として大谷翔平が打席へ向かう。SHOHEI、SHOHEI。球場全体から大合唱が巻き起こる。初球、大角一体へ157キロのストレート。ストライク。大谷は静かに見送る。続く2球目は内角低めへのツーシーム。鋭く食い込むボールを冷静に見極めて1ボール1ストライク。3球目、高め一体へ158キロ。大谷は一瞬反応したが、ファウルで粘る。カウント1、2、スタンドの空気が張り詰める。マリナーズバッテリーは決め球のスライダーを選択。しかし、大谷は最後までボールを見送り、わずかに外れて2、2となる。そして5球目、再び高めへのストレート。乾いた打球音が球場へ響き渡った。カキーユ。打球は一直線にセンター方向へ伸びる。センターが交代。さらに交代。フェンス際まで追いかける。しかしあと一歩届かない。スタンド最前列へ飛び込むかと思われた打球だったが、惜しくもフェンス最上部を直撃。打球はグラウンドへ跳ね返り、大谷は悠々と二塁へ到達。あと数十センチでホームランという特大のツーベースヒット。ドジャー、スタジアムはこの日最初の大歓声に包まれた。実況も思わず叫ぶ。いきなりあと一歩でホームラン。今日は大谷翔平のバットがいつも以上に鋭く触れています。続くムーキー、レッツな死球を選び、一死一、二塁。ここでフレディ、フリーマン。マリナーズ先発は慎重に攻めるものの、フリーマンが右前へタイムリーを放ちドジャースが幸先よく1点を先制する。しかしマリナーズも黙ってはいなかった。3回表。先頭打者がヒットで出塁すると、続く打者が左中間への二塁打。無視に、三塁。ドジャース先発は踏ん張りたい場面だったが、犠牲フライとタイムリーで逆転を許してしまう。さらに西からもう1本タイムリーが飛び出し、この回だけで3失点。試合は3対1。スタジアムには一瞬重たい空気が流れ始める。それでもベンチの大谷は全く表情を変えない。静かにバットを握り直し、次の打席だけを見据えていた。迎えた3回裏、ドジャースは西から9番打者が死球を選び出塁。打席には再び大谷翔平。スタンドの全員が立ち上がる。今度こそ、そんな期待が球場全体を包み込んでいた。マリナーズバッテリーも、この場面で大谷翔平との勝負を避けるという選択肢は考えていた。しかし西一塁という状況では、死球を与えれば中軸へつながる。ベンチはあえて真っ向勝負を指示した。球場全体が静まり返る。第1球、大角低め156キロのストレート。大谷は見送ってボール。第2球、今度は内角へ食い込むカットボール。鋭く振り抜いた打球は三塁線へ。惜しくもファウル。カウント1、1。捕手は何度も首を振る。大角への変化球。高めの速球。配球を変えながら何とか打ち取ろうとする。3球目はスプリット。低く落ちるボールを大谷は最後まで見極める。2、1。死球も頭をよぎるカウント。しかし投手は逃げない。四球目。渾身の157キロ。真ん中高め。その瞬間だった。カキーン。誰もが振り返るほどの強烈な打球音。打球は一直線にライトスタンドへ向かって舞い上がる。
ライトが一歩も動かない。センターも見上げるだけ。打球は夜空を切り裂き、そのままライトスタンド中打で豪快に突き刺さった。入った実況席も絶叫する。第23号ツーランホームラン。大谷翔平、まさに主役です。ドジャー、スタジアムは一瞬でお祭り騒ぎとなった。ベンチから選手たちが飛び出し、スタンドでは青いタオルが一斉に揺れる。二塁走者が笑顔でホームイン。続いて大谷もゆっくりとダイヤモンドを一周する。豪快な一発。打球速度は191キロ。飛距離は132メートル。角度28度。完璧な弾道だった。この一撃で試合は3対3の同点。流れは完全にドジャースへ傾き始める。ホームへ戻った大谷をベッツが笑顔で迎え、フリーマンも力強くハイタッチ。ベンチ全体が大きく盛り上がる。一方、マリナーズ先発はマウンドでしばらく立ち尽くしていた。完璧に投げ込んだつもりだった一球。しかし、それをスタンドまで運ばれた。実況席では解説者も思わず苦笑する。普通ならライトフライなんです。しかし大谷翔平だけは違います。少しでも甘く入れば、あそこまで飛ばしてしまう。その後は両チームとも急エンジンだ踏ん張り、試合は中盤へ。5回にはマリナーズがソロホームランで再び勝ち越し、ドジャースもその裏、一死満塁の好機を作るが併殺打で無得点。6回にはドジャース先発が粘りを見せ、追加点を許さない。7回、マリナーズは連打で一死一。三塁。ここでスクイズを成功させ5対3。さらに犠牲フライで6対3。再び3点差までリードを広げる。ドジャースベンチには焦りも見え始めた。しかし誰一人大谷の前では下を向かない。8回裏、ドジャースはベッツの二塁打から反撃開始。フリーマンのタイムリーで1点。さらにテオスカー、ヘルナンデスの犠牲フライで6対5。ついに1点差まで迫る。球場のボルテージは最高潮。誰もが9回にドラマが待っていることを予感していた。9回表を抑えれば、最後の攻撃。そして運命の9回裏。マリナーズは守護神をマウンドへ送る。160キロ近い速球を誇る絶対的クローザー。簡単には打ち崩せない。しかしドジャース打線も最後まで諦めなかった。先頭打者が死球。続く打者がセンター10ヒット。さらに送りバントが成功し、一死に、三塁。ここで敬遠策を選ばず勝負した結果、レッツが死球を選ぶ。一死満塁。そして球場全体が総立ちになる。ネクストバッターズサークルからゆっくりと歩き始める男。大谷翔平。今日すでに第23号ツーランを放っている男が、満塁という最高の舞台で打席へ向かう。スタンドからは割れんばかりの、MVP という大合唱。誰もが歴史的瞬間を期待し、その一球を待ち続けていた。ドジャー、スタジアム全体が異様な緊張感に包まれていた。スコアは6対5。9回裏、一死満塁。あと1本出れば試合は決着する。打席には、この日すでに第23号ツーランホームランを放っている大谷翔平。スタンドのファンは総立ちとなり、スマートフォンを掲げる人の姿も数多く見られる。誰もが、何かが起こる、と信じて疑わなかった。マリナーズの守護神は深く息を吐き、何度も老人バッグを握り直す。捕手もマウンドへ歩み寄り、配球を確認する。低めを徹底しよう。それがバッテリーの結論だった。大谷に長打だけは許せない。まずは内野ゴロでもいい。最悪でも外野フライ。それだけを狙っていた。ゆっくりとプレー再開。第1球。159キロのストレート。大角一体。ストライク。球場からとよめきが起こる。素晴らしいコースだった。しかし大谷は表情一つ変えない。バットを軽く回し、再び構える。第2球。鋭く落ちるスプリット。ワンバウンド寸前。見事に見送り1ボール1ストライク。マリナーズベンチも思わずうなずく。簡単には振ってこない。第3球。内角高め160キロ。大谷はわずかに詰まりながらもファウルで逃げる。カウント1、2。守護神が一歩有利になった。スタンドにも静寂が訪れる。あと1球。そんな空気が流れる。捕手は決め球として再びスプリットを要求した。しかし投手は首を振る。もう一度首を振る。そして選んだのは、自ら最も自信を持つストレートだった。力でねじ伏せる。その決断だった。第4球。160キロ。真ん中高め。投げた瞬間、捕手はミットを構える。しかし次の瞬間だった。大谷のスイングが一閃。バーン。これまでで最も大きな打球音が球場中へ響き渡る。
打球は弾丸ライナーで右中間へ一直線。ライトが一歩下がる。センターが全力で追う。しかし、その必要はなかった。打球はぶんぶん伸び続け、そのまま右中間スタンド最上段へ一直線に突き刺さる。入った実況席が絶叫する。グランドスラムさよなら満塁ホームラン。大谷翔平が試合を決めた。その瞬間、ドジャー、スタジアムは大爆発した。轟音にも似た歓声。紙吹雪のように舞う青いタオル。ベンチから全選手が一斉に飛び出す。マリナーズの野手たちは誰一人動くことができない。打球は飛距離137メートル。打球速度194キロ。角度29度。完璧。文句なし。誰もが確信する一撃だった。一塁を回る大谷は拳を強く握る。二塁ではベンチへ向かって大きく叫ぶ。三塁では笑顔を浮かべながら両手を広げる。そしてホームへ。待ち構えるチームメイト全員が一斉に飛びつく。ウォーターシャワーが降り注ぎ、ヘルメットは宙を舞う。レッツは何度も大谷の肩を叩き、フリーマンは満面の笑みで抱きしめる。ロハスもスミスも、若手選手たちも興奮を隠せない。スタンドでは子供から年配のファンまで涙を流しながら歓喜していた。翔平、MVP、大歓声はいつまでも鳴り止まない。スコアボードには大きく表示される。ドジャース、9、6、マリナーズ。決着をつけたのは、やはりこの男だった。この日の大谷翔平は5打数3安打。第23号ツーランホームラン。そして試合を終わらせる劇的な決勝グランドスラム。1試合2本塁打、6打点という圧巻の活躍で、ドジャースを逆転勝利へ導いた。試合の実況アナウンサーは興奮を抑えきれない様子でこう締めくくる。また一つ、伝説が生まれました。誰もが期待する場面で、その期待をはるかに超える結果を残す。それが大谷翔平という選手です。第23号ツーラン、そして劇的な決勝グランドスラム。ドジャー、スタジアムは今夜、この歴史的な一戦を決して忘れることはないでしょう。試合終了から数分が経過しても、ドジャー、スタジアムの熱気は全く冷める気配を見せなかった。通常であればサヨナラ勝利の余韻に浸りながら帰路につくファンも多い。しかしこの夜だけは違った。誰もが自分の席から立ち上がろうとせず、グラウンドで歓喜の輪を作るドジャースナインを見つめ続けていた。大型ビジョンには何度もリプレイ映像が映し出される。9回裏1満塁、160キロのストレート。そして、大谷翔平の豪快なフルスイング。ボールが右中間スタンドへ吸い込まれるたびに、まるで試合がもう一度行われているかのような大歓声が湧き起こる。実況席でも興奮は収まらない。これがスーパースターです。誰もがホームランを期待する場面で、本当にホームランを打ってしまう。しかも満塁。しかも逆転サヨナラ。これ以上のシナリオは存在しないでしょう。解説者も笑みを浮かべながら続ける。第23号ツーランで試合を振り出しに戻し、最後は決勝グランドスラム。まさに一人で試合をひっくり返しました。その頃、三塁ベンチ前ではヒーローインタビューの準備が進められていた。アナウンスが流れる。本日のヒーローはもちろん、この選手です。SHOHEI、OHTANI。場内のボルテージは再び最高潮へ。大谷がヘルメットを脱いでゆっくりとグラウンド中央へ歩く。スタンドからは割れんばかりの拍手。MVP。何度も何度も歓声が響く。インタビュアーが最初に尋ねた。まずは、第23号ツーランホームランについて振り返ってください。大谷は少し照れくさそうに笑いながら答える。チームが流れを取り戻したい場面だったので、とにかく後ろにつなぐ気持ちで打席に入りました。結果的にホームランになってよかったです。会場から再び拍手。続いて質問は、誰もが待っていたあの一打へ。9回、一死満塁。あの場面では何を考えていましたか？大谷は少し間を置き、静かに語り始めた。ランナーを返すことだけを考えていました。ホームランを狙ったわけではありません。強くセンター方向へ打ち返そうと思っていたら、結果として最高の形になりました。その言葉に、球場中から温かい拍手が送られる。一方、ドジャースベンチではロバーツ監督も満面の笑みを浮かべていた。試合後の記者会見。監督は開口一番こう語る。私は長年野球を見てきました。しかし、期待された場面で期待以上の結果を出し続ける選手はほとんど見たことがありません。記者から、大谷選手のグランドスラムについてどう評価しますかと問われると、監督は即答した。彼は試合の流れを読む能力が非常に優れている。そして、
最高の舞台で最高のスイングができる。今日もそれを証明してくれました。さらにムーキー・ベッツも笑顔でコメントする。正直に言えば、打席へ向かう姿を見た瞬間に、終わったな、と思ったよ。記者席から笑いが起こる。翔平なら何かをやってくれる。チーム全員がそう信じていた。フレディ、フリーマンも続ける。彼が打席へ入ると、不思議とベンチの空気が落ち着くんだ。みんなが安心する。あれが本物のスターなんだと思う。クラブハウスでは選手たちがシャンパンこそ用意していなかったものの、大家へ大量のスポーツドリンクを浴びせて祝福。全身ずぶ濡れになった大谷は苦笑しながらも、仲間たちと笑顔で写真撮影に応じていた。その頃、全米のスポーツ専門チャンネルでは試合終了直後から速報が流れ始める。SHOHEI、OHTANI、WALK、OFF、ブランド、SLAM、OHTANI、DOES、IT、AGAIN、HISTORIC、ナイト、IN、LOS、ANGELES。画面には何度もグランドスラムの映像が流れ、解説者たちは口々に絶賛する。これほど劇的な試合を演出できる選手は世界中を探しても見当たらない。彼は毎年、自分自身の伝説を更新している。野球というスポーツを世界へ広める存在だ。スタジアムの外では、試合終了から30分以上経っても多くのファンが興奮した様子で感想を語り合っていた。今日のチケット代は一生忘れられない思い出になった。第23号ツーランだけでも十分だったのに、最後は満塁ホームランなんて信じられない。子供を連れてきて本当に良かった。この試合を生で見られたことは一生の宝物だ。夜空の下でも、SHOHEI、SHOHEI という歓声はいつまでも途切れることなく、ドジャー、スタジアムには歴史的勝利の余韻が静かに、そして力強く残り続けていた。